2024年の年明けに2人の芸能人の恋愛のニュースが韓国を熱く盛り上げました。私たちは普通、誰かが恋愛を始めたら祝ってくれますよね。それが普通なのに、本日の主人公の恋愛ニュースは大きな批判と論争を呼んできました。おかしいでしょ？誰かの恋愛を批判するというのが常識的ではないようにも見えます。この芸能人たちも残念な状況だし、ファンたちもファンたちなりに言いたいことがあるというし、なぜこのような状況が繰り広げられたのだろうか。そしてこの恋愛の結末はどうなったのだろうかについては後ほどご説明することにして、まずはこの恋愛話の主人公であり、本日のコンテンツの主人公であるエスパのカリナについて調べてみましょう。CA の夢を持っていたというカリナ、個人的にも CA になっても超似合ってたと思います。エスパーのカリナはユジミンという名前を持っています。初めてカリナが出た時衝撃でした。わあ、こんな顔の人がいるんだ。これが自分の正直な感想です。そのぐらい本当に綺麗でした。ただ綺麗という感覚よりは、黒いストレートヘアに濃い化粧はまるでヴァンパイアのような濃縁な魅力でした。小さいのに顔まで綺麗、それと注目されるのが負担になって隠したボリューム感あふれる体つきまで。だからか、カリナはデビューと同時にむしろ多くの女性の学びになりました。カリナを見たら生まれつきの芸能人に見えます。それでカリナは現在IVEのウォノンと一緒に第4世代アイドルの代表ビジュアルメンバーとして挙げられています。めっちゃ派手な目鼻立ちと大きい目に長い首はカリナをよくヘビ顔の芸能人だとも呼んでいます。ちなみにカリナは自分の姉さんの方が自分よりもっと綺麗だと言ったことがあります。看護師のカリナのお姉さんが聞いてすごく負担を感じたと言ってました。だからかな、周りに自分の妹がカリナだとは言わないらしいです。カリナより綺麗なお姉さんならどんなに綺麗なのか気になります。2020年11月、カリナは3人のメンバーとエスパーでデビューしました。2020年は本当に辛い時期でした。皆さんも覚えているようにコロナウイルスが一番ひどかった年です。エスパはデビュー後結構長くファンがいない音楽番組で活動します。考えてみたらステージの上で歌手と彼らを撮るカメラしかないステージはいつよりエスパにファンと一緒に呼吸しながら歌うステージが何より欲しかったはずです。コロナウイルスがある程度落ち着いてファンが応援するステージに立ったエスパーのメンバーたちが感激している姿の動画を見たらとても感動的でした。その日はファンもエスパも一生懸命に頑張った日だと思います。팬분들을 처음 뵙는 자리잖아요. 맞아요. 네, 여러분 사람이 있어요. 그러니까요. 너무 신기해. 진짜 처음이에요. カリナはエスパでダンス、歌、ラップなど全てのパートをこなすマルチプレイヤーの役割を担当します。歌とラップも無難にできるし、ダンスもかなり上手いので、彼女の華やかなビジュアルがもっと輝きを放ちました。カリナの舞台をいつもぼんやりと見るしかない理由です。ところがエスパのメンバーの中、一番カリナが目立つという意見も多くあります。エスパーのメンバー一人一人がみんな綺麗で実力もいいのに、なぜ特にカリナに注目が集まるかといったら、私はその理由が歌のスタートをカリナが担当する場合が多いからだと思います。歌の導入部はとても重要です。曲の雰囲気を設定し、聴く人にグループと歌に対する第一印象を残すのが導入部です。主に歌が上手なボーカルメンバーや、曲によく合うイメージを持っているメンバーが担当する傾向もあります。ある意味、冷たくてヴァンパイアのようなイメージを持っているカリナだから、デビュー曲のブラックマンバー、それとネクストレベル、サビージなど、迫力のある歌に一番合うメンバーだったはずです。しかもカリナ本人もうまく曲のスタートを切ったし、さらに歌も成功したのでカリナに対する印象が強く残るはずです。このように着実に存在感を示して人気も高める中、デビュー4年目を迎えたエスパーのカリナを見ながら人々は話します。カリナは神だ。またカリナの恋愛ニュースに戻りましょう。カリナの恋愛ニュースが広まった際に想像以上に大声が出るようになりました。実はこんなにも彼らの恋愛に対して批判的でなければならなかったのかと思うほど批判の意見が多かったです。彼らはカリナの恋愛にがっかりしたというコメントを残すなど世論は急速に悪化していきました。
だからといってファンが悪いのか？そういうにはカリナのファンたちも言いたいことが多いようです。恋愛を始めた時点からファンとのコミュニケーションが足りなくなった。昔は長い時間をファンとコミュニケーションしながらファンサービスをしたカリナだったが、最近は自分の自撮り写真を何枚か送って終わる場合が多かった。後で分かったけど、恋愛が始まった期間と重なった。恋愛ニュースが流れるようになった。カリナの写真が撮られた日は、カリナがファンミーティングに参加した日だった。イベントが終わった後、マスクや帽子一つしないまま彼氏に会いに行く姿に、間もなくカムバック予定のグループのリーダーとして問題になるような行動は良くなかった。もっと責任感を持つべきだった。このようなファンの声もありました。だからといって皆が彼らを批判する雰囲気でもありませんでした。応援のメッセージも多かったです。恋愛に謝らなければならない理由は何か？成人女性が成人男性と恋愛するのは間違っているのか？お似合いのカップルだなど応援のメッセージもありました。2つの意見のぶつかる中でカリナがプレッシャーを感じるようになった事件が起きました。恋愛を認めた直後に参加したイベントでホムマが一人も来なかったことです。ここでホムマって何か？ホムマは自分の好きな芸能人についていき、大きいカメラを持って彼らの写真を撮って自分のホームページにアップロードするなど、多少愛がありすぎるファンのことを言ったりします。このホムマという名前もホームページマスターから出てきた名前です。彼らがパパラッチとは違う点としては、パパラッチはお金のためにスターの写真を撮るとしたら、ホムマは自分のホームページやファンカフェに載せる、もしくは自己保管用で写真を撮る目的での違いがあります。だからアイドルたちはいくつかのホムマといい関係を持っていたりします。ある意味、ただで自分の写真をきれいに撮って宣伝してくれるありがたい存在だからです。健全なホムマならアイドルたちは彼らを拒む理由がありません。恋愛を認めた後、カリナが参加したイベント会場で一人も来なかったホムマはカリナにとってはとても大きな衝撃だったはずです。カリナがどこに行っても、しかも海外までついてくるホムマがソウルのど真ん中で行われたイベントに来なかったということは、カリナに対する世論を推測するのに十分でした。第4世代アイドルの競争がピークに達した今、エスパにさらにリーダーの論争はエスパが人気競争で負けてしまう可能性があるという危機感として感じられたかもしれません。こうやって彼らの恋愛は恋愛を認めて後、たった5週間後結局別れてしまいます。これに対しイギリスの BBC は韓国と日本のポップスターたちはファンと所属事務所などの圧迫が激しい。したがって私生活の公開が難しいとしました。ファンの愛で仕事をやっていくアイドルがファンの意見を無視することもできないし、ファンは自分のスターが欠点のない完璧な存在であってほしいという願いはお互いに譲れない領域だと思わせた事件でした。私は誰かの肩を持つというよりは、個人としてのある芸能人の私生活と芸能人という職業的な期待感の前で、いつも葛藤しなければならない状況が残念だという考えをしました。カリナは現在、第4世代アイドルの中で、誰よりも大衆の注目を集めているアイドルです。それだけ恋愛と別れという成長痛を経験しながら成長しています。新しいアルバムで帰ってきたカリナが、失望したファンの心を、自分の魅力と音楽で再び説得できるか期待される。本日のアイドル、魅力的な外見とマルチプレイヤーのような歌手としての能力を持ったエスパのリーダーカリナでした。本日の動画が気に入りましたらチャンネル登録といいね、アラーム設定までお願いします。次ももっといいコンテンツで戻ってきますので期待してください。